皆さん、こんにちは。ベノス・ディアス。今回はパタゴニアの野生動物に会いに行きましょう。やっとたどり着いた大自然のパタゴニア国立公園でのトレッキングや車中泊のキャンプの様子をお届けします。旅人ヒッチハイカーとの出会いも。そしてついにチリを出て国境越えにチャレンジします。無事、アルゼンチンにたどり着けるのでしょうか？今回訪れるのは南北 1200km のパタゴニアをつなぐカレテラ・アウストラルの車で行ける道路の最後、パタゴニア国立公園。前回の動画のプエルトリオ・トランキーヨを南下したところにあり、広さはなんと26万ヘクタールもあるそうです。東京都より大きいです。その中心で博物館やホテルもあるバレド・チャカブコが拠点になっており、そこへ向かっていきます。その後コックランという町に国境を越えるために必要な車の書類を取りに行き、再びパタゴニア国立公園に戻ります。そして荒野をドライブしてアルゼンチンへの国境を越える予定です。初めての国境越え、うまくいくのでしょうか？すごいね、なんもないエリア。なんもないけどパタゴニアです。はい、パタゴニア国立公園、国境前の最後のチリの国立公園に向かって行きます。カーフェリーでパタゴニアに来てから17日、いろんな国立公園でトレッキングやキャンプをしてきました。毎日手つかずの大自然に感動し、地球上の美しい景色を見せてくれたチリのパタゴニア。最後のパタゴニア国立公園にたどり着いた時は、今までの時間を思い出して、やっとたどり着いたという嬉しいような、これが最後かという寂しい気持ちもありました。パタゴニア国立公園に入ると、グアナコたちの群れがお出迎えしてくれました。リャマの仲間のグアナコはアルゼンチンやチリに多く生息する動物で、国立公園では保護されています。こっちの駐車行ってみようか。左から入る。ここでも大量のグアナコたちの群れに遭遇しました。人生で初めて見るので物珍しく、もっと見てみたいと思って近くまで行ってみました。パタゴニアにこんなに大きな野生の動物たちが住んでいるなんて全く知らなかったです。そう、パタゴニアナショナルパークにはホテルとかカフェとか、パークを寄付したダグラス・トンプキンさんが建てた施設がいっぱいあって、すごい他の国立公園と違った雰囲気です。こちらパタゴニアナショナルパークです。いただきます。ぐちゃぐちゃになったんですが、今日は唐揚げとフライドポテトサラダです。唐揚げとサラダ。今日はパタゴニアナショナルパークからおはようございます。今日登りに行くのはこちらのセンデロラグナスアトラス。イエーイ。はいよ。すごいとこ、パタゴニアナショナルパークついに来ました。来ましたね。ここね、駐車場目の前にあって、はい、昨日はキャンピングカーのね3台とともに車中泊しました。チリのファミリー3家族でワンライフ、多分ネットルだよね。仲いいよね。今日はね、いよいよパタゴニアのナショナルパークのこの一番人気のコースに行けるので楽しみです。きーちゃん、意気込みはどうぞ。はい、今日はですね、グアナコをたくさん撮りたいと思います。プーマいたら嬉しいな。プーマ見えるのかな。いや、さすがにというね、でもいるという口コミを見ました。プーマだよ。バックゆっくり下がったり、子供たちから離したり。これ面白くない？もしアタックされたらアタックし返せって書いてある。そう。無理やろ。まあこれがあるってことはやっぱプーマいるってことよ。嬉しいね。グアナコはどこだ？一つ目の湖に着きました。美しいですね。ちょっと天気は曇ってるんですけど絶景です。ここにね、なんか鳥の羽、1羽の鳥の羽なんですけど、多分何者かに襲われてな
くなってるんですけど、羽だけが落ちています。自然の連鎖を感じます。ゴツゴツ岩を歩いてきます。この美しい景色が広がるチャカブコバレーは何世代にもわたって羊と牛の牧場でした。家畜の過放牧によってネイティブの植物は消えていき、土壌は砂漠化していきました。野生動物は植物が減っていったために減少。2004年からダグラス・トンプキンス夫妻が土地を買い、元の状態に戻していく努力をしたことで今の景色を取り戻しています。トンプキンス夫妻はこの公園を2018年にチリ政府に寄付し、東京都よりも広い26万ヘクタールのパタゴニア国立公園が現在運営されています。なおちゃん、11キロ地点まで来ましたね。頑張りました。12過ぎてなかった。11でね。ランチタイム。ランチパーク。ランチパーク。びっくりした。これが缶切りがないと思った。ああ、つってたね。アトゥーン。アトゥーンです。ともう卵が入れてあるんですけど、これにさらにアトゥーンを入れて豪華に。ああ、はい、めっちゃ美味しそう。ドン、いただきます。アトゥーンサーブです。青じゃないな。はい、俺の勝ち。私がトンプキンス財団がパタゴニア国立公園を元の姿に取り戻すためにやったことがすごいので聞いてほしいです。羊や牛の放牧地から国立公園にするためにまず全ての家畜を公園外に出しました。そして自然の生態系に戻すために放牧地のフェンスを 600km も取り払い、ネイティブの植物を植える活動をしています。ここに住むグアナコたちもこうして元の姿に戻ったおかげで安心して暮らせるようになりました。はい、戻ってきました。長かった。なおちゃんがシャワーチャレンジに行ってます。先にシャワー行ってきてください。はい、なおちゃん。やばい、めっちゃリラックスしちゃった。そうね。今シャワー浴びました。これはパタゴニアナショナルパークのキャンプ場です。登ってきた山がこっちで、シャワーがちょっとぬるいお湯が出たから、そうだね、めっちゃ幸せだったね。最初もう冷水だったけど、1週間ぶりよ、シャワー。1週間ぶりか。セロカシティをさ、先週の日曜日だね。ちょうどセロカシティぶりです。1週間ぶりでしょ。1週間ぶりのシャワーでしたね。気持ちよかった。10倍ぐらい幸せに感じますね。本当にいいとこだね。何も人間が作ったものがあるけど、これといってドーンというさ見どころがある感じじゃないけど、ずーっと広々としたね自然を見ながら、たまに動物が出てきて、なんかもうこれが地球なんだなって感じだね。その中に入れるのが私はいいと思うんですけど、ケンちゃんはキツツキがね、グアナコも何回かいて、プーマは見えなかったね。いや、プーマはそんな簡単に見れないね。そんな簡単には出てきませんね。今までで一番風景で言ったら一番良かったかもな。じゃあこんな感じで洗濯してます。なちゃん、ご飯できました。8時間も歩いてきたんで、みんな大好き焼肉定食です。焼肉定食。タレも作りました。ご飯もある。タレも。食べよう早く。こんなロケーションでいただきます。いいね。うまっ。タレつけてみて。タレご飯もいける。タレご飯。タレうまっ。最高だね。うまい。美味しいね。めっちゃ美味しい。
多分ね、パタゴニア国立公園で焼肉定食食べてるのは初だと思います。最高です。この風景。これがバンライフ。ね。最高だね。めちゃめちゃ美味しい。おはようございます。今日は早起きしてカフェまでやってきました。国立公園のキャンプ場からはネットがつながらなかったので、カフェの Wi-Fi を使ってミーティングしています。面白い。この状況でミーティングしてます。今日は国境越えに必要な書類が町の役場に届いているということで、コックランという町まで取りに行ってきます。どこを見ても美しいパタゴニア。国境を越えるための書類、はい、やんなきゃいけないけど、どこかわかんないね。全然さ、見つかんないんだけど、たらい回しだけど。多分ここだと思う。チリのフラがあるし、パドロンっていうのを印刷して、それを国境に持っていけば、じゃないといけないんだよね。ここ政府大変なことが起きました。できませんでした。できませんでした。やっぱりね、テクニカルチェックが必要。テクニカルチェックが期限切れてて、テクニカルチェックをこの町ではできないので、小屋池まで戻れと。小屋池ここから5時間6時間ぐらいかかります。めっちゃ嫌だ。いやー、嫌だよね。すごいよ、ケンちゃんに行くことにして。私だったら結構突っ走って突っ走れるんだけどさ、小屋池に戻った方が得策だよと言ってました。戻る。いや、ケンちゃん大丈夫かな。いやー、市役所みたいなところで今車の所有者を証明する書類なので、それ以外の書類何が必要かを確認して、なければ小屋池戻らなくていいかも。そうだね。はい。これ今日ボーダー越えれるかな。アルゼンチン行ける、一番大事なのパドロンだったので、パドロンをゲットしたんで、彼と相談した結果、行けそうです。行けそうです。なおちゃん、はい。これアルマス広場。アルマス広場っていう名前かわかんないけど、まあ中央広場だね。そう、プラザデアルマスっていうのが大体大きい町にあって、そこに教会と市役所は必ず公園の横に併設してるので、市役所の場所がわからなかったらとりあえず行く。プラザデアルマス。はい。平和な場所だね。着きました。この大自然の中に突如現れる立派なミュージアム、グアナコたちがのんびりしているすぐそばにありました。公園を保護しているトンプキンスコンサベーションとチリ政府が共同で運営しています。こちらのコーナーではどれだけ人口が爆発的に増えたかっていうのが表されてます。人口が増えたことによってこうやって海洋ゴミができたり、赤い丸が人口増加を意味していて、こちら1900年代になると爆発的に増えていることを表しています。これは何ですか？各年代で存在している生物種を表して、これが1800年代のこの例にしてください。1800年代です。これを今から引いていきます。1800年、1880年、使っての消えると説明してます。2015、これ今現在、このままいくと2025、あれいなくなっちゃうんだ。2025年にはここにある生物は全部絶滅します。やばいね。こちらのお部屋にはですね、いろんな環境問題に関する本が置いてあって、いろいろ人口爆発とか動物を虐待している話とかについて考えさせられる内容の本がたくさん置いてあります。あ、出た。これが何だったっけ？ブラックフェイストアイビス。バンドゥリア。バンドゥリア。ナショナルパークを元の姿に戻すためにこうしてこの土地の種を植えたり、羊たちを飼ってたフェンスをボランティアの人が 640km 外したりしてます。少なくなった動物を取り戻すためにいろいろコンドルの調査をしたり、フラミンゴとかキツネとかを生態系を調べて元に戻す活動をしています。今まで旅してきたパタゴニア地域の大自然、知らない間にどんどん変化していっているんだなぁと感じました。ウ
ミュージアムの売店には環境に配慮した製品やクリスティン・トンプキンスが社長を務めていたアウトドアブランドパタゴニアの商品が販売されていました。ケンちゃんもサステイナブルな素材で作られていたサングラスと靴下を購入。窓の外にはグアナコが見えます、パタゴニアナショナルパークもう3日目だね、まあ博物館も行ったんだけど、どうでしたか？ミュージアムが伝えてることって、その環境を守れよとかなんかねエコ気にしろよとかなんだけど、ここでそれを伝えてることに一番意味があって、やっぱりサステナブルな場所であって、そのトンプキンスさんたちがちゃんとナショナルパークに戻していくっていう努力をして戻している。そして今日こそ国境越えと思っていましたが、もう一泊パタゴニア国立公園でキャンプすることにしました。途中で公園創始者でアウトドア愛好家のトンプキンス夫妻が数十年前にキャンプで訪れたという思い出の場所を通りました。ここでの景色に感動し、莫大な富を築いた夫妻は土地を購入して自然を保護する活動をするようになったそうです。エリアがドグラスとクリス・トンプキンスがピクニックをして、ここはなんて美しい場所なんでしょうと言って、何十年後かにこの国立公園を設立することになった思い出の場所です。国立公園の中です。こちらで今日の夜ご飯です。こんにちは。今日何ですか？メニューはその川で釣ってきた魚です。嘘じゃん。こちらはですね、スパニッシュオムレツと豚のチーズリゾットです。ゲロではありません。魚が跳ねた。本当。魚も食べたいって言ってる。いただきます、おはようございます。すごい朝焼けが川に映ってる。そしてキャンプ場近くのトレッキングコースを軽く散歩しに行きました。どこでも綺麗な歩く道がある国立公園、最高です。吊り橋まで行きました。こちらは国立公園の職員の方が住む石でできたお家です。釣りが最後の朝ごはんです。美味しいコーヒーを入れてくれるかな？いいと思う。約3ヶ月過ごした南米初めての国、チリでの旅も一旦ここで終わり、車が思うように買えなかったり、車が山に突っ込んだり故障したり、数々のトラブルがありましたが、優しいチリの人のおかげでなんとか旅してこられました。パタゴニアの旅も本当に素晴らしくて簡単ではなかったですが、南米にバンライフしに来てよかったなぁと、チリでの思い出を振り返りながら国境に向かいます。はい、こちらがチリとアルゼンチンのボーダーです。国境ですね。チリ側の国境です。ここで、書類見せて車の中チェックして問題なければあのゲートを通っていきます。今はちょっと国境を越えるところなんですけれども、いろいろ書類。なのちゃん、通れませんでした。通れしてファイナルなの。通れません。いやちょっとケンちゃんがしんどいよなみたいな。結局やっぱりこれか、一体どうして国境を越えられなかったのでしょうか。チリ人の友達に教えてもらったところ、バンライフの国境後には3つの書類が必要でした。1つ目はソープという日本の自賠責のような保険、2つ目がパドロンという所有者の証明書、そして3つ目がリビジョンテクニカという日本でいう車検証。これが期限切れだったため、新しく検査を受けなければ国境を越えられないということでした。小屋池に戻ることになります。目の前にアルゼンチンがあるのに行けません。しんどい。小屋池まで400キロ戻らない。8時間半です。やっぱ昨日のおじさんたちは正しかったんだ。昨日おじさん3人中3人とも小屋池通んなきゃいけないよって言われて、私たちはそれをやらずに来ちゃった。なんかね、パトロンゲットしたからちょっと倍上がっちゃったよね。だから本当にダメなの。本当にもうダメでした。絶対にリビジョンテクニカ、日本語で言ってないの、車検だよ。車検を通してなくて行こうとしちゃった俺らがバカ。はい、小屋池に戻りましょう。アルゼンチンへの国境越えに失敗。
これから約400キロもあるパタゴニアのデコボコの無舗装道路を通って小屋池に逆戻りします。ビザや今後の予定も考えて10日ほどかけてきた道を1日で戻らなければいけません。自業自得なんですが辛すぎる。はい、ここに戻ってきたんですけど、4人ヒッチハイカーが4人待ってたんで、ちょっと乗せときます。ほらあら後ろに乗せるのも初めてですね。はい、途中までNo problem. But you might die. まこちゃんまた戻ってきたよ。ヒッチハイカーをパタゴニア国立公園の正面まで連れてきました。彼らは小屋池方面、違う、こっち国連方面、僕らは小屋池方面に向かいます。バイバイ。じゃあね。国境を越えられず絶望しましたが、チリの登山好きな若者たちとのいい出会いがありました。次回は急ぎすぎて車に不調が起こります。そして車検は無事通るのか。何度も車屋さんにお世話になったり、トラブルの連続で南米バンライフの地獄を経験します。今回も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録をして次回をお待ちください。